んでしょうか。一日の疲れを癒すお手伝いができたらなということで、今日は白、大人の心を揺さぶると話題の絵本の読み聞かせに挑戦します。ご紹介するのはイラストレーターの栄さんがイラストでつながる SNS ピクシブに公開した作品です。公開直後から泣いた、感動したの声が後を絶たず、多くの大人の心を揺さぶる名作と絶賛されているそうです。それでは白でお化けのケーキ屋さん読み聞かせ、始まり。僕はお化け、ケーキ屋さんを開いている。僕はケーキを作るのが好き。普通のお化けはただ人を驚かすのが好きみたいだけど、僕はちょっと違う。僕は作ったケーキを食べさせてみんなをびっくりさせるのが大好き。なんでケーキで驚くかって？そりゃ僕の作るケーキは世界一美味しいから。食べた人はたちまちその美味しさに驚いてひっくり返ってしまうのさ。さて、ケーキを作らなきゃ。ケーキ屋の朝は早い。夕方になる頃にはケーキを作る支度を始めている。僕らお化けは太陽の光を浴びると消えてしまうから、夕方が僕らお化けにとっての朝なんだ。さあ、ケーキ作りを始めよう。作って。今日も腕自慢のケーキがたくさんできた。看板も出して準備万端。あとはお客さんを待つだけだ。カランカラン。早速お客さんが入ってきた。ようこそいらっしゃい。僕が言うと目の前にいるのは小さな女の子。おや、こんな時間にお化けじゃない子が来るのは珍しいな。君たちのお家に帰る時間はとっくに過ぎてるんじゃないのかい？すると女の子はこう言った。私、お勉強会の帰りなの。ママはお仕事で夜遅いし、家には誰もいないから、いいの。なんだか不機嫌そうな女の子。ほっぺをぷっくり膨らませている。かわいい顔が台無しだ。そうだ、僕の作ったとっておきのケーキを食べてみて。きっと笑顔になれるよ。今日は特別サービスさ。僕は女の子にケーキを差し出した。ケーキ？悪くないわね。いただこうかしら。しめ。ケーキの美味しさにきっとびっくりするぞ。もぐ。女の子はケーキを食べた。だけど、あれ？女の子は全く驚かない。不思議に思った僕は女の子に聞いた。僕の作ったケーキ、美味しいだろ？びっくりするぐらい。すると女の子はこう言った。美味しい。だけど、パパの作るケーキと同じくらいかな。なんだって？世界一美味しい僕の作るケーキが君のパパが作るケーキと同じくらい？なんてこった！なんて日だ！とんでもないライバルがいたもんだ。これは負けてられないぞ。ねえ君、これから月に一度お店にケーキを食べにおいでよ。君のパパが作るケーキなんかより僕の作るケーキの方が美味しいって言わせてやる。僕は頼み込んだ。女の子は少し考えた後、めんどくさそうにこう答えた。いいよ。食べに来てあげる。それから毎月、僕は女の子にとっておきのケーキを作った。ショートケーキ、チョコレートケーキ、タルトケーキ。女の子は美味しそうに食べてくれた。だけど答えはいつもこう。パパの作るケーキと同じくらい美味しい。それでも僕は諦めない。時には一緒にケーキを作って、たくさんおしゃべりをして、楽しい時間を一緒に過ごした。いろんなことがあった日のケーキはいつも以上に美味しくなるんだ。だけど答えはいつもこう。パパの作るケーキと同じぐらい美味しい。気づけば女の子は毎日お店に遊びに来るようになり、初めて会った日から
長い月日が経っていた。ある日のこと、いつものように女の子がお店にやってきた。なんだかいつもと様子が違う。どうしたの？何か良くないことでもあったのかい？心配した僕が女の子に聞くと、違うの。いいことがあったの。けど少し寂しい話。私、大切な人と暮らしていくことになったの。明日の朝、丘の上で結婚式を開いてから遠い町へ引っ越すの。だからここへ来るのは今日で最後。長い間、あなたと過ごせた日々、とっても楽しかった。今までありがとう。お元気で。そう言うと、女の子は花束を置いてお店を後にした。女の子はもう立派な大人になってしまっていた。僕は急いでケーキを作る作業に取り掛かった。最後にあの子へ最高のケーキを渡そう。思い出がぎっしり詰まったとっておきのケーキだ。明日の朝ならギリギリ間に合う。僕は必死にあの子との楽しかった日々を思い出しながらケーキを作った。夜が明ける頃、お化けのケーキ屋には今まで見たこともないとっても素敵なケーキが出来上がっていた。届けに行かなきゃ、今すぐ。僕はケーキを持って急いで丘の上を目指した。もうすぐ日が昇ってしまう。眩しい朝日が僕を照らした。このままだと僕は消えてしまう。だけど、あの子のために絶対にケーキを届けるんだ。間に合え！やがて美しい朝が来た。新しい一日の始まりだ。そこには、とても綺麗な花嫁の姿をした女の子が丘の上に立っていた。おや？結婚式が始まる頃、式に出ていた一人が何かを見つけた。それは見たこともない立派なケーキと末永くお幸せにというメッセージ。そして誰かの蝶ネクタイが落ちていた。誰からのケーキ？けどすごく美味しそう。という声が飛び交う中、女の子はそれを見た途端、誰からのケーキかすぐに気がついた。ケーキはすぐに切り分けられ、式に参加した人みんなに配られた。ケーキを食べた人はものすごく驚いた。こんなに美味しいケーキを食べたのは初めてだ。みんな口々にそう言った。だけど女の子だけはケーキを食べても驚かない。ただ一言だけこう言った。パパの作るケーキと同じぐらい美味しい。次第に女の子の目には涙が溢れこぼれていた。だってパパの作るケーキと全く同じ味だもの。私、分かってたんだ。お化けさんが私が小さい頃に死んじゃったパパだって。初めて会ったその日から分かってたんだ。大事にしてたパパとお揃いのリボンも、お化けさんの蝶ネクタイと同じだったし、作るケーキも大好きなパパの作ったケーキだった。お化けさんは大好きな私のパパだった。お化けさんの作るケーキは世界一美味しいよ。だって私が一番大好きなケーキだもの。ありがとう。私、あなたに会えてとても幸せでした。式は終わり、お化けのいたケーキ屋さんはもう明かりがつくことはなくなった。やがて星がキラキラ瞬く優しい夜が訪れた。ここはお化けのケーキ屋さん。今はもう誰もいない。だけど暖かい日差しが差し込むと、どこからかケーキを焼いた優しい香りが心を幸せな気持ちにさせてくれるそうですよ。おしまい。はい、いかがでしたでしょうか。いろんな気持ちがいっぱいになりましたが、すごくほっこりするお話でした。寂しかったであろう女の子がお父さんとの思い出を作れた、そんな素敵なお話だったんじゃないでしょうか。皆さんも、何か感想があったらぜひぜひ白に、コメントで教えてください。
ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ゆっくりお休みください。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。PC や一部スマートフォンからご視聴の方は画面のこちらから、その他端末をご利用の方は画面の下にある登録ボタンをクリックしてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。